今回は熊本旅行に行ってきました。熊本県は初めて行きましたが、想像以上のスケールの自然があり、感動しました。自然豊かな阿蘇旅行をお楽しみください。4月のある日、熊本空港に到着しました。空港近くでレンタカーを借りて出発しましたが、いきなりの雨、そして霧でした。ちょうどお昼の時間帯なので、熊本らしいものを食べたいと思い、レンタカーを借りるときにお勧めいただいた地鶏を炭火で焼くラクダ山さんへ行くことにしました。約1時間後、ラクダ山さんに到着しました。お店の前には合戦中との看板があり、くすりと笑ってしまいました。店内はいろりがあり、とても温かい雰囲気でした。地鶏は一人前の量が多いと伺っていたので、私たちはいくつかの注文をして地鶏はシェアしました。自分で焼くスタイルで楽しみながら美味しく食べることができました。ラクダ山さん、とても美味しかったです。このまま近くにある神社に向かいます。この神社は雰囲気が異世界っぽいと話題になっていた神社で、前から行きたかった場所なのでとても楽しみです。鳥居をくぐると参道の両側に灯籠があり、そのさらに外側にはヒノキ林が広がっています。霧が辺り一面広がっており、人もいなかったことから、まさに神秘的な異世界に足を踏み入れた気分になりました。本堂の奥にも道が続いているようなので、さらに山道を登ります。頂上には大きな岩があり、穴が開いていました。午後になると人がだんだんと増えてきたので、早めの到着をおすすめします。このまま温泉巡りができるという黒川温泉に向かいます。それにしても道中の景色がとてもとても綺麗でした。黒川温泉に到着し、入湯手形を入手しました。こちらは温泉に入るたびにスタンプが一つ押され、オリジナルの手形を作ることができます。3つの温泉、もしくは2カ所の温泉とお土産と
交換することができます。黒川温泉はそれぞれの旅館が離れ、道は渡り廊下として地域全体が一つの大きな温泉宿というのがコンセプトらしいです。1カ所目は山の湯さんに行き、人が少なく大変リラックスできました。さて、温泉巡りですが、大半の施設が午後6時で終了で、入湯手形は購入から半年間有効ということなので、残りは別日に使うことにしました。本日の宿はこちら、阿蘇鶴温泉ロッジ村です。山中にひっそりと佇む各客室に露天風呂がついているロッジです。お部屋は2人で使うには十分な広さで、ベランダ部分には露天風呂がありました。1人当たり5000円以下で泊まれたので、とてもお得でした。露天風呂からは緑が広がる景色が見れ、とても癒されました。その他、ストーブなどがあったので、空調もバッチリでした。おはようございます。本日は熊本旅行2日目。今日もグルメ、絶景を見に早朝から出発します。まずは阿蘇五岳が一望できる大観峰に向かいます。2日目は晴れ晴れとしていて、幸先が良いスタートです。大観峰に到着しました。売店の中にはフルーツが売っていて、まだ4月なのにもうスイカが売っていてびっくりしました。さて、一通り温まったので売店の先の展望台へ向かいます。展望台からは阿蘇五岳が一望でき、絶景にただただ見とれてしまいます。開放感いっぱいでとても楽しめました。10時を過ぎたあたりから観光バスなどで人が大勢増えてきたので、行くなら朝早くがおすすめです。
売店には熊本名物いきなり団子も売っていました。とても温かく優しい甘みが口いっぱいに広がります。このまま近くの空船の桟橋というところに向かいます。道が細くて対向車が来ないかドキドキしました。時期により閉鎖されるそうなので、お車でお越しの場合は事前に確認してから行ってみてください。What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. カフェは不定休ということで、今回は開いていませんでした。空いている時に出会えたらラッキーですね。山の斜面から突き出すように橋が作られており、目の前には大観峰、阿蘇五岳、立野までの大パノラマが、そして阿蘇山の田園風景が近くで見えて圧巻です。Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. 以上、ご視聴いただきありがとうございました。後日公開予定の後編と合わせてご覧いただくことで、2泊3日のスケジュールの参考になるかと思いますので、ぜひ後編も楽しみにお待ちくださいませ。次回が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Of you.